こんにちは、バーケンです。今回は148トン砂山相続シリーズの8本目です。私は 300km 離れた土地にまさかの148トンの砂山を相続してしまいました。これまで業者に250万円を支払い、大部分は撤去しましたが、資金が尽きてしまい、残りは自力で片付けることにしました。最近は早送りでユンボの動画をお見せしているので伝わりづらいかもしれませんが、実は普通速度で再生すると私の腕前はこんな感じです。同じ操作を繰り返しているうちにだんだんと慣れてきました。砂をこぼさずにダンプにぶつけず旋回させて砂を積むには、アームとブームとバケットの角度を毎回同じように操作するだけでうまくいきます。最初は難しそうに見えましたし、私も最初は苦戦しましたが、実際には毎回決まった動きの繰り返しなんです。道路で走っているのを見かけます。プロの方は綺麗な台形になっていますが、私にはできないです。400メートル先まで農道を通るだけなので、これでもいいのかなとは思います。こぼしてしまったので目線が下を向いています。もうこぼれる寸前なのでゆっくり乗せています。ダンプに積みやすいように砂をまとめています。ハイド板で押すのもまだ慣れていませんが、上手でなくても押した分だけ確実に砂は奥に進んでくれます。とにかく往復して押せば少しずつ奥に砂が集まっていきます。右手にあるレバーを倒すとハイド板が下がり、砂を押せる状態になります。前進するときはハイド板を下げて砂を押し、バックするときはハイド板を上げるという動作を繰り返します。逆光でちょっと見えづらいです。この砂は今朝から何往復もして運んだ砂です。なるべく後ろまでしっかり詰めて砂を置きたいので手間はかかりますが、車から降りて位置を確認します。ここからはダンプアップする場面も通常の再生速度でお見せします。今日は朝2時に起きて8時から昼ご飯も取らずに作業を続けて、今は15時30分。さすがに少しフラフラしていますが、暗くなるまで頑張るつもりです。とはいえ実際にはユンボやダンボに乗っているだけなので、体力的にはそれほどの重労働ではありません。後ろに流した砂山がきれいに平らになっている理由が動画を見て分かりました。後ろの扉で砂を鳴らしながらダンプが前に進んでいるんです。先ほど配土板で砂を集めておいたので、スムーズに積み込みが進みます。
9分ほどで満タンにできました。次の積み込みがしやすいようにユンボを移動させます。